今回は水草を販売していきます。そんなの売れるの？誰が買うの？そう思った方がほとんどだと思います。僕が普段やっているアクアリウムではたくさんの水草を使います。特に初心者の頃は水草を枯らしてしまったり苔まみれにしてしまって水槽をリセットすることは多かれ少なかれ誰しも経験します。その度に水草を買い直さなければなりません。いくらお金があっても足りないのです。そんな時に役に立つのがフリマアプリ。アクアリウム界隈ではフリマアプリ、メルカリやペイペイフリマ、ラクマなどで様々な自家栽培した水草が販売されております。そこで手に入る水草はどれも安いです。特にアクアリウムは水草がかなり伸びてくるのでトリミングが必要なんですが、そういったトリミングで捨ててしまうような水草も売られています。とても安くて大量に手に入るので重宝します。というわけで水草販売の需要はあるわけです。早速販売していきましょう。今回は実際の販売方法や売れやすくなる小技、利益が出やすい水草を紹介させていただきます。ぜひ最後まで見てくれるとめっちゃ嬉しいです。この動画いいなと思ったらよかったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。グッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。応援よろしくお願いいたします。最初に販売先の紹介です。メジャーなのはメルカリ、ペイペイフリマ、ラクマ、ヤフオクです。どのサイトも掲載は無料ですが、買い手が見つかると販売利益から販売手数料が引かれます。メルカリとヤフオクが 10%、ラクマが 6%、ペイペイフリマが 5% の手数料がかかります。例えばメルカリで500円で水草が売れると販売手数料の50円が引かれた450円が手元に残ります。そこから送料を引いた分が利益です。過去に1000件ほど取引したことがありますが、一番販売数が多かったのはメルカリでした。出品手数料が高いんですが、それでも一番売れたのはメルカリでした。次にラクマ、ペイペイフリマ、ヤフオクの順でした。出品者も一番メルカリが多いです。ですので使っている人が多く価格競争があるというのもまた事実です。ですが薄利多売という言葉もある通り、見ている人が多いということが売り上げに寄与しています。メルカリは出品方法がいろいろ選択できて、中でも黒猫ヤマトのメール便が175円で送れるということで、数あるフリマサイトの中では最安値です。次に安いのが郵便局で出せるクリックポスト198円です。ところが6月16日からメルカリの送料が改定されます。猫ポスがなんと210円に値上げされてしまいます。これからはクリックポストがおすすめです。今回は手数料が高めですが、ユーザー数の多さや発送方法の多いメルカリでの出品を例に解説していきます。ここでは簡単に流れと売れるテクニックを紹介させていただきます。まずはメルカリのアプリのインストールです。アプリをインストールして住所や氏名、メールアドレスなどを登録します。保険証、免許証による本人認証がなくても商品を売ることは可能です。ですが販売した利益を銀行振込するときに本人認証が必要になるので先にしておくといいです。登録が完了したら出品の準備をします。あらかじめ写真を撮っておきましょう。生き生きとした水草の写真を撮りましょう。全体像を1枚、実際に送るであろう量を示す写真を1枚、最低限この2つがあればいいです。大きさは定規を隣に置いて表現すると伝わるでしょう。メルカリの売れ行きはほとんどこの画像で決まると言っても過言ではありません。鮮度が良くてこんだけの数量を送るよというのをしっかりと示して出品することがポイントです。では出品していきます。アプリを開いて出品をする。画像を選択します。選んだ後に画像を加工していきます。ここで画像に水草の名前と本数といった販売する量がわかるように記載しましょう。
出品のカテゴリーは水草で調べると出てきます。商品の特徴は水草の色。商品の状態は目立った傷や汚れなしがおすすめです。商品名は水草の名前と数量とアクアリウム、水草、水上用または水中用というキーワードを入れるといいです。商品説明はこんな感じです。水上用なのか水中用なのか記載します。他に栽培している水草があれば記載します。こうすることで他の水草を調べた時の検索結果にも表示されます。発送の方法について簡単に書くといいです。湿らしたキッチンペッパーで包んでジッパー付きポリ袋に入れて破裂防止のために空気を抜いて発送しますなどと書きます。よく言われる苦情は水草がぺしゃんこだった、水が濡れて封筒がびしょびしょだった、この2つが多いです。逆にこの2つを攻略すればほとんど苦情はありません。これは梱包でいかに密閉して潰れないように発送するかがポイントです。具体的な梱包方法は次の発送方法で紹介させていただきます。では発送方法についてです。発送方法のおすすめは2種類あります。1つ目は楽々メルカリ便ネコポス175円です。これは A4 封筒サイズで厚さ3センチまでの荷物を175円で送れる黒猫ヤマトのサービスです。とても安くて便利な配送方法だったんですが、残念ながら6月16日から210円へ値上げされてしまいます。今後はクリックポスト198円を使うといいでしょう。まあ10円だし大して変わんねえよっていう方はそのままネコポスを使うといいです。ネコポスのメリットは配達の速さとコンビニでも手続きができるということです。とても手軽です。もう一つは第4種郵便という植物などを送るための特殊な方法で送ります。メリットは普通郵便で送るので送料が格安です。第4種郵便には梱包における大きさの制限はありません。重さで料金を計算します。梱包の形に制限はないので、濡らしたキッチンペーパーに包んだ水草をジップロックに入れて切ったペットボトルの容器に入れます。この状態で送り先と赤字で第4種郵便植物種子在中と書いた紙を貼り付けます。これで料金を払うと郵送できます。第4種郵便では植物や苗を送ることを想定していますので、ネコポスのような厚み3センチの制限がありません。もちろんジップロックをそのまま封筒に入れて発送することもできます。ただし発送時、配達時に中身が見えるように切り込みを封筒に入れて簡単に覗けるようにしておくことが必要です。容器であれば透明なものを使うと中身が見えていいです。そして容器の分かりやすい部分に第4種郵便植物種子在中と赤いペンなどで記載します。この条件さえ満たせば誰でも利用することができます。第4種郵便での発送には注意点が2つあります。1つ目は郵便物を紛失・破損した場合の保証がありません。届かなかった時に荷物がどこにあるか不明になります。追跡記録がないためです。2つ目は到着の遅さです。目安としては九州から関西で3日程度、九州から関東で4日程度、九州から東北で4日以上かかります。時期や場合にもよるのでしょうが、これより遅くなることもあり、九州から関東で8日間かかったこともありました。近隣でも最低2日はかかります。例えば月曜日発送したとしても早くて水曜日に届きます。また土日は配達を行っていないので、もし木曜日に発送した場合、到着は4日後の月曜日になります。水草のダメージを抑えるために配達における時間はできるだけ減らしたいです。おすすめはネコポスです。厚さ3センチまでの荷物を最短で翌日届けることができます。また土日も配送を行っているので、商品を出す日付に縛りはありません。安心していつでも送ることができます。この2つの発送方法にはポイントがあります。第4種郵便はいかに軽く料金を安く抑えて送るかがポイントです。
ネコポスはいかに水草を枯らさずに安全に送るかがポイントです。第4種郵便は 101g 以上の場合170円かかってしまいます。 100g 以下の場合は130円、 75g 以下は110円、 50g 以下は73円で送れます。水草の販売は単価300円から400円での販売の場合、発送方法で利益が大きく目減りします。できるだけ発送料金を節約するために荷物を軽くします。土を取り除いたり、キッチンペーパーに含ませる水の量を調整します。50g 以下に抑えて送るといいです。こういった小型の測りは必須です。 Amazon で買えるので 500g 程度までのものを測るのに適した精度のいいものを買いましょう。ネコポスは厚さに制限があるので、こういった3センチを測れるグッズを買うといいです。100均で売ってるので探してみてください。梱包が終わったら第4種郵便は必要な切手を貼って郵便ポストに入れます。ポストは厚さ3センチ程度しか入らないので、厚さがあるものは郵便局の窓口に持っていきます。実はこれがかなり面倒です。仕事帰りや通勤前の早い時間に窓口が開いている郵便局は数少ないです。こういった煩わしさから僕はネコポスをおすすめします。特に相手の住所を書いたりしなくても、スマホに表示される QR コードを専用の機械に読み込んで発送するだけです。専用の機械はヤマトの営業所やセブンイレブン、ファミリーマートにあります。特にヤマトの営業所は遅くまで開いていて、夜の7時までならその日の便として受け付けて最短で翌日届けてくれます。めっちゃ便利です。自分のライフワークで発送できるタイミングを様子見ながら発送方法を決めるといいです。まずはネコポスで発送して確実に購入者に荷物が届くことを目標とすることをお勧めします。取引後には相手から自分に評価をもらえます。いい評価が集まれば購入者も安心して買ってくれます。以上がメルカリの発送のポイントでした。最後に販売するとよく売れる水草の紹介です。僕はアクアリウムを始めた頃、この水草を販売する側でした。前回アップロードした動画のやり方で水草を増やし販売していました。これが意外といいお小遣いになります。実際アクアリウム1年目だった僕が夏場だけで4万円利益が出ていました。それを軍資金に LED ライトに全力ぶっ破してました。ですがこれをやっていると若干冷ややかな目線で見られることもあります。水草の販売はアクアリウム界隈のショップの利益売上とは逆行してしまいます。なのであまり公言せずやっている方も少なくありません。アクアリストたるもの、アクアショップ繁栄のために店で組織培養カップを買うんだと言いたいところなんですが、今でこそ組織培養カップを割引の時に買ったり流木を買ったりしていますが、アクアリウム1年目の頃の僕にはそんな高いものを買う資金力はありませんでした。そんな僕のアクアリウム1年目はメルカリで買った水草を自家栽培で増やすところから始めました。現在までにたくさんの水草、水上葉を育成してきました。アクアリウムを始めた翌年には春から夏場にかけて水草販売で5万円ほどお小遣い稼ぎすることができました。少ないお小遣いで好きな趣味をやりくりしている人にとってはこれは大きな収入です。僕がアクアリウムを続けられたのもこの水草水上栽培のおかげです。趣味をするのに家計収入から出費できない、出費しづらい人は少なくないと思います。水草はすぐにダメにしてしまうし、リセットもよくしてしまう。ダメにするために水草を買っていたらお金は持ちません。なので自家栽培を始めてからはレイアウトで使う水草には全く困りませんでした。これのおかげでアクアリウム初心者の頃やめずに済みました。そんな中やっぱり一番売れたのは定番の水草です。ニューラージパールグラス、キューバパールグラス、グロッソスティグマ、ショートヘアグラス、グリーンロタラ、ロタラハラです。ただこういうのは競争率も高く、量を増やして販売したり値段を安くして販売しなければなかなか売れません。逆に言えば少し量を増やせば買ってくれます。何種類かの水草を抱き合わせて販売したり、できるだけ1回の発送でたくさんの水草を送ることで利益を確保できます。特にニューラージパールグラスやキューバパールグラスは育成を失敗して買い直す方が多いです。おすすめです。あとはモス系です。普通のウィローモスではなく南米ウィローモスとかプレミアムモスとか特色のあるモスが売れます。
これは水中用なんですが、軽くて送料もかからないのに単価が高いです。こういった販売もおすすめです。売れるコツとして、水上用の画像に合わせて水中用の画像も入れるといいです。この水上用を水中で育てるとこんな感じに育ちますというのを提示するといいです。また何種類かまとめて安く販売するのもおすすめです。まとめ売りは送料が1回で済むので利益が増えます。例えば初心者向けセットとして定番のグリーンロタラとロタラハラをセットで販売してみるのもいいです。全景層3種類セットでグロッソ、キューバ、ニューラージパールグラスを販売するのもいいと思います。周りの販売と何か差をつけると少し高くても売れます。例えば朝に採取してその日のうちに猫ポスで送ります。最短お届け翌日なんていうのがあれば、すぐ届くなら少し高くてもいっかって買ってくれる人もいます。水草販売はほとんどが普通郵便の第4種郵便で発送する人がほとんどです。梅雨の時期ともなると水草栽培が本格化するので、やれ値下げ合戦です。そこで速さと新鮮さをアピールして販売するのも一つです。よく売れるコツは、水草の種類、量、クオリティ、発送方法をいかに写真でうまく伝えるかがポイントです。今回はそのポイントをいくつか紹介させていただきました。この動画参考にしてください。まとめると、水草販売は初心者アクアリストの資金作りにおすすめ。そんなところです。